くそつまんねえ経理にさせんだってよ。いい気味じゃないか、青山。言葉が鋭い刃のように胸をえぐる。俺は硬直したままキーボードに手を置き、ただその声を受け止めるしかなかった。笑みを浮かべながらあざけるその男は、同じ開発チームで働いた先輩の駿河さん。かつての同僚とは名ばかりで、実際には俺の案を手柄として横取りし、上司からの評価をかっさらった人物だった。お前の開発アイデア素晴らしかったよな。でも残念だったな。そっちに功績は回らず、このざま、させんってわけだ。経理部で帳簿とにらめっこして過ごす人生、どうよ。駿河の口ぶりは嘲笑を隠そうともしない。実際、あの大きな案件で評価されたのは彼で、俺の所属していた開発部からは出来損ない扱いで放逐され、目立たない経理の片隅に回された。それが真実だ。実力のない奴は黙って数字いじってりゃいい。お前がせっかく考えた案、そろそろ製品化のめどが立つよ。それも全部俺の功績としてな。その言葉に指先が小さく震える。机の上には帳簿と大量の伝票。しかし、こんな俺のところに、わがままな社長令嬢が移動してきたのだ。そして、俺の人生は彼女との出会いで大きく変わることになる。俺の名前は青山正人。大手企業、桜ホールディングスの経理部で働いている。桜ホールディングスは、もともとはメーカー系の企業だったが、近年は IT、医療、福祉関連にも事業拡大を続けている。研究開発部門では、車椅子をはじめとした福祉機器や医療関連機器の開発にも力を入れる。総合テクノロジー&サービス企業だ。俺が入社した15年前は、主に建設系やインフラ設備の案件が収益を支えていたが、経営改革を重ねるうちに、新事業開発を積極的に進めるという方針が打ち出され、ここ数年はどんどん業務範囲が広がっている。一見すると多角経営でリスキーにも思えるが、それを可能にするだけの巨大資本と、老舗企業としての信頼、そして柔軟な社風が桜ホールディングスにはあった。とはいえ、俺のいる経理部はといえば、毎日膨大な書類や数字を扱いこそするものの、やりがいという面ではどうにも物足りなさを感じてしまう。まして俺は、部内でもほとんど目立たない存在だ。オフィスの隅に追いやられたデスクで、伝票整理やデータ入力に追われるだけの日々。会社にとって必要な作業だと分かってはいるが、経理の片隅という肩書きは、どこか人目を避けているような寂しさを感じさせる。いつの間にか窓際社員なんて揶揄されるようになり、部署の飲み会にも呼ばれなくなった。そうして気づけば、俺の周りに雑談をしてくれる相手すらいなくなっていた。そんなある日のこと、パソコンのモニターとにらめっこしながら、黙々と経費精算の処理をしていたら、不意に背後から声をかけられた。おい青山、相変わらず暇そうだな。低めの男の声。振り返ると、先輩の駿河さんが立っていた。胸元に分厚いファイルを抱え、ニヤニヤと嫌味な笑みを浮かべている。駿河さんとは、以前俺が商品開発部に席を置いていた頃、共に切磋琢磨していた。あちらは今でも華やかな開発現場に残って活躍しているらしく、上司や取引先からの評価も上々らしい。だが、どうにも人を見下すような態度を隠さないところがあり、こうしてわざわざ経理部の俺のデスクまでやってきては、嫌味混じりに絡んでくるのが常だ。お前に朗報、いや、秘宝があるぞ。社長令嬢が経理部に来るんだよ。指導係はお前に決定だそうだ。社長令嬢の白金みなみ。白金さんが、まさか。言葉が喉から絞り出されるように漏れた。駿河さんの意地の悪い笑みがさらに深まる。そうさ、あの社長令嬢様だ。営業部で散々騒動を起こしたお嬢様が、今度は経理部に修行だってさ。駿河さんは修行という言葉をわざとらしく強調した。周囲の社員たちの視線がこちらに集まるのを感じる。白金みなみ。彼女の噂は社内で伝説と化していた。新入社員の頃、彼女は営業部に配属された。だが、わずか3ヶ月で孤立することとなった。理由は、彼女の途方もないわがままぶり。気に入らない案件は即座に破棄。部下への理不尽な要求。そして何より、自分の意見を曲げない頑固な性格。そんな噂がある。社内では有名な話だ。まあお前も知ってるだろ。先月にもあった事件を。
駿河さんはさらに声を潜めた。朝倉部長が彼女の要求を断っただけで、その日のうちに左遷されたってな。社長令嬢の機嫌を損ねれば、それだけで会社人生終了。まさに社内政治の恐ろしさを見せつけられた事件だったよな。ちなみに、駿河さんはさらに不敵な笑みを浮かべる。彼女、数字に関してはかなりのこだわりがあるらしいぜ。中途半端な計算は許さないが口癖らしいな。お前大丈夫か？その言葉に胃がねじれるような不安がこみ上げてきた。まあ頑張れよ。せいぜい首を切られないように。もっとも、お前が仕事をクビになったら、車椅子の弟さんの面倒をちゃんと見られるわけだし、それはそれで。一瞬言葉を飲み込んだ。俺の弟は車椅子で一人暮らしをしている。数年前に事故に遭ったんだ。もし俺が仕事をしていなければ、あるいは時短の仕事についていれば、もっとそばにいて手助けできるのかもしれない。だが、それで今の仕事を投げ出すなんて選択はしたくない。弟自身だって、俺に仕事を諦めてほしいとは思っていないはずだ。それとこれとは話が別です。ようやく絞り出した声で言うと、駿河さんは意地悪く笑いながら立ち去っていった。その背中を見送りながら、俺の心は暗い予感で満ちていった。翌日、噂の社長令嬢がやってきた。本日から経理部でお世話になります。ご指導よろしくお願いいたします。予想していた高圧的な態度はなく、代わりにそこにあったのは、凛とした佇まいと丁寧な言葉遣い。背筋をピンと伸ばし、適度な角度での深々とした一礼。声のトーンも柔らかく、どこか謙虚さすら感じられる。思わず声が漏れる。周囲の社員たちも明らかに困惑している。噂されていた傲慢な社長令嬢の姿はそこにはなかった。まだ経理の知識は浅いですが、精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。再度の挨拶にさらなる驚きが広がる。社内の噂と目の前の現実があまりにもかけ離れている。では、青山さんが指導を担当します。部長の声に俺は慌てて立ち上がる。青山です。よろしくお願いします。白金さんはにこやかにうなずいた。その表情には作り物めいた愛想の良さではなく、純粋な誠実さが滲んでいる。だが、これは表面的な取り繕いなのかもしれない。営業部での騒動の噂もある。油断は禁物だ。こちらこそ、よろしくお願いいたします。彼女が俺の隣の席に座る。香水の匂いもなく、控えめな身だしなみ。派手な装飾品も身につけていない。まずは基本的な経理処理から。説明を始めながら、俺は内心で葛藤していた。これは演技なのか？本当の姿なのか？噂と現実の違いに戸惑いを隠せない。はい、理解いたしました。真剣な眼差しでメモを取る姿。質問も的確で、理解力の高さが伺える。では、この伝票の処理を試しに、恐る恐る簡単な仕事を任せてみる。もし気に入らないと言って突っ返されたら、そんな不安が頭をよぎる。承知いたしました。しかし、白金さんは即座に仕事に取り掛かった。キーボードを叩く音が規則正しく響く。青山さん、終わりました。確認をお願いできますか？30分後、彼女が差し出した資料は完璧だった。入力ミスは一つもなく、むしろ俺が気づかなかった改善点まで指摘されている。これは、完璧です。心からの簡単の声が漏れる。そうですか。よかったです。すごく、理解が早いですね。ありがとうございます。青山さんのご説明がわかりやすかったからですよ。傲慢どころか、むしろ謙虚すぎるぐらいだ。周囲の社員たちは、社長令嬢である白金さんを警戒しながら様子を伺っている。だが、彼女はそんな視線を気にする素振りもなく、淡々と自分の仕事をこなしていた。青山さん、この仕分けについて質問があるのですが、午後になっても彼女の真摯な態度は変わらない。疑問点があれば率直に聞き、アドバイスには真剣に耳を傾けてくれる。その後、ちょっとした作業ミスを見つけたので指摘すると、白金さんはすぐに、すみません、すぐ修正します。と対応してくれた。あまりに素直な反応に拍子抜けするほどだったが、その素早い修正ぶりを見て、この人は仕事ができる、と、ますます確信が深まる。そこで俺は、
普段俺が担当している少し複雑な伝票整理や経費の確認作業を試しに振ってみることにした。もし面倒だったら断ってくださいね。と前置きしたにもかかわらず、彼女はまるで新しいおもちゃを与えられた子供のような好奇心を光らせてパソコンに向かう。うわ、この量はさすがに大変ですね。ですが、やってみます。どこか楽しげな白金さんの横顔を見ながら、俺は彼女の噂を思い出していた。わがままで手がつけられない社長令嬢。そんな評判が嘘のように思えて仕方がない。そして就業時間が近づく頃には、彼女は大半の作業を片付けてしまっていた。俺が今日はここまでにして続きは明日にしましょうと声をかけると、白金さんは少し名残惜しそうにモニターから目を離し、控えめに笑った。そうですね。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。俺も軽く会釈を返しながら、パソコンをシャットダウンし始める。すると、そのタイミングで白金さんが小さく息をついた。青山さん？彼女は少しうつむきながら、声を潜めて言葉を続ける。今日は本当にありがとうございました。いや、俺は普通に仕事を。思わず首をかしげる俺に、白金さんは再びかぶりを振る。違うんです。その言葉に、俺は自然と作業の手を止め、彼女の顔を見つめた。モニターの明かりに浮かぶ白金さんの横顔はいつになく真剣で、かすかに心配そうな色が伺える。私、今まで誰からもまともに仕事を任せてもらえなかったんです。今日が初めて本当の仕事を任されたような気がして嬉しかったんです。私が社長令嬢だから特別扱いされているみたいで、いつも簡単な仕事、雑務のようなものばかりを任されていました。そうだったんですか。その言葉に胸が締め付けられた。社長令嬢だからこそ誰も本気で向き合おうとしなかった。特別扱いという名のもとの実質的な排除。それが彼女の置かれていた現実だったのだ。私、きちんと仕事がしたいんです。白金さんの声が震えている。瞳には一生懸命な思いが込められていた。営業部でも私の意見を真剣に聞いてくれる人は誰もいませんでした。社長令嬢だからって理由で全てを受け入れてしまう。でもそれは違うと思うんです。俺は黙って彼女の言葉に耳を傾けた。噂とは全く異なる彼女の本心が今目の前で吐露されている。朝倉部長の件をご存知でしょうか？まあ噂程度には。私は意見を言っただけのつもりでした。ですが社長令嬢に意見したから左遷されたと噂になってしまって。白金さんの声が途切れる。その表情には確かな後悔の色が浮かんでいた。私からの提案はもっと若手社員の意見を取り入れるべきだというものだったんです。でも朝倉部長からは社長令嬢のわがままとして一蹴されてしまいました。俺の中でこれまでの彼女に対する印象が大きく覆される。傲慢な社長令嬢ではない。むしろ誠実に仕事と向き合おうとする一人の社員の姿があった。白金さん。青山さんは違いました。私の仕事をちゃんと見てくれた。間違いも指摘してくれた。これが私の求めていた普通の仕事なんです。その瞬間、俺は決意した。彼女にもっと仕事の楽しみを知ってもらおうと。翌日の朝、俺は早めに出社した白金さんの姿を見つけた。彼女は昨日と同じように真剣な表情で資料と向き合っている。おはようございます、青山さん。彼女の挨拶には昨日にはなかった親しみが感じられた。昨日の率直な会話が俺たちの距離を縮めたのかもしれない。白金さん、おはようございます。今日の仕事なんですが、少し複雑なものをお願いしてもいいですか？複雑なものですか？はい。実は経理部の業務改善についてここ最近話し合いが行われているんです。今来たばかりの白金さんから客観的な意見を出していただければと考えています。どうですか？ぜひやりたいです。白金さんの目は輝き、声は弾んでいた。本当にこれまでまともな仕事を任されることがなかったのだろう。そう痛感した俺は、それからはできるだけ彼女に合った仕事を振るように心がけるようになった。そして、その甲斐あってか、白金さんは日に日に熱心に業務へ打ち込んでいった。ところがある日、ふと視線を向けると、彼女の机の上には普段の何倍もありそうな資料の山が
積まれていることに気づく。白金さん、その資料は？青山さん。彼女は少し困ったような表情を浮かべた。実は、過去10年分の取引データを分析してみようと思って、各部署の売上推移や経費の使用状況、取引先との関係性など、全部まとめられれば、会社の将来戦略に活かせるんじゃないかと思ったんです。その言葉に思わず目を見開いてしまう。10年分のデータ分析。それも複数の部署。普通の社員なら、そんな膨大なデータに手を出そうとは思わないだろう。でも、やっぱり量が多すぎて、どうしよう。終わらないかもしれません。白金さんは申し訳なさそうにうつむく。確かに、彼女の机の上に広がる資料の山は圧巻だ。これを分析するなんて、優秀な社員でも、軽く1ヶ月はかかるだろう。その時、俺の中である決断が固まった。彼女をサポートするのも俺の仕事だ。白金さん、それ俺に任せてもらえませんか？でも、こんな量のデータ。大丈夫です。今日中に目処をつけられると思います。白金さんは驚いた表情を浮かべた。それもそうだろう。常日頃、窓際社員として過ごしている俺が、突然こんな申し出をするのだから。本当にいいんですか？ええ。それに、白金さんの意図は素晴らしいと思います。こういったデータ分析は、確実に会社の未来につながりますから。俺は早速、データの整理に取り掛かった。Excel を開き、マクロを走らせ、データベースを構築していく。久しぶりの本気の仕事に血が騒ぐのを感じた。白金さんが俺の作業を食い入るように見つめている。時計の針が進む。昼食も取らず、ひたすらデータと向き合う。そして夕方、はい、まとめました。俺は完成したレポートを白金さんに差し出した。まさか、1日で、本当に、信じられません。白金さんは画面に映し出されたグラフや表を目を丸くして見つめている。青山さん、一体何者なんですか？その問いに少し苦笑いが漏れる。何者ってほどの人間ではないけれど、IT ストラテジスト試験に合格するくらいには、データ分析が好きなんです。IT ストラテジスト試験？それって国家試験ですよね。確か合格率は 20% にも満たないとか。はい。実は去年の会社の売上の4割は俺の分析に基づいた戦略を元にしているんです。だからきっと白金さんの指導係に任命されたのかと。白金さんは言葉を失っている様子だった。それならどうして今は？その問いに俺は曖昧な笑みを浮かべた。答えたくない質問だった。まあ、いろいろありまして。白金さんは何か言いかけたが、俺の表情を見て口を閉ざした。彼女は空気を読める人間だ。これ以上の追求は避けてくれるだろう。青山さん。また明日もいろいろ教えていただけますか？その言葉に思わず本心からの笑みがこぼれた。もちろんです。そう返した瞬間、白金さんがほっとしたように口元を緩めたのが分かった。今日もかなりのボリュームの仕事をこなしたはずなのに、その瞳には疲れよりも充実感の方が強く宿っているように見えた。そして翌朝、エレベータードアの前に並んでいると、すぐ隣に見覚えのある後ろ姿を見つけてしまった。よう、青山。相変わらず暇そうだな。振り返った先には、先輩の駿河さんの姿。にやりとした嫌味な笑みは、昔と少しも変わっていない。社長令嬢の様子はどうだ？使えないだろ？その言葉に思わず眉を潜めた。白金さんの真摯な仕事ぶりを知っている今、その言葉が心底不愉快だった。どうって、白金さんはかなり頑張ってくれていますよ。へえ。駿河さんは意味ありげな笑みを浮かべた。その表情に底知れない悪意を感じる。そんな悠長なことを言ってられるのも今のうちだな。あいつがこけたらお前の責任になってクビだぜ。もっと慎重になれよ。思わず声が上ずる。その言葉の意味するところを瞬時には理解できなかった。何がだよ。駿河さんは周囲を確認すると、さらに声を潜めた。お前、本気で分かってないのか？社長令嬢の教育係なんて、誰も引き受けたがらない仕事だぞ。その言葉に背筋が凍る。もし彼女が失敗したら、社長の期待を裏切ったら、その責任は全て指導役のお前に降りかかるんだよ。駿河さんの声には明確な脅しの色が混じっている。
何を言って。社長令嬢が仕事でミスをしたら、そりゃ当然指導が悪かったってことになる。部下の教育も満足にできない無能って烙印を押されて、左遷どころじゃ済まないぜ。だから誰も引き受けなかったんだよ。リスクが大きすぎる。成功しても褒められるのは社長令嬢。失敗したら全ては指導役の責任。その説明に、これまでの状況が全て繋がった。なぜ、この重要な仕事が窓際社員の俺に回ってきたのか。それは、誰も引き受けたくない、地雷を踏むようなリスクがあったから。わかったか？お前はもう会社からの捨て駒なんだよ。目の前でにやつく駿河さんの姿に嫌な冷気を感じる。駿河さん、まさか白金さんと仕事をしていたことがあるんですか？すると彼は、まるで面倒なことを思い出したかのように肩をすくめ、鼻で笑ってみせた。ああ、一時期な。社長令嬢だからって相手してやったんだが、あいつ余計な提案ばっかりするんだよ。しかも自信満々に提出してくるからさ。俺が怪訝そうに眉を潜めると、駿河さんはわざとらしくため息をついた。あいつがそのまま出したって通るわけないだろ。だから俺が手直ししてやったんだよ。ちゃんと俺の案としてな。それってつまり、彼女のどうしようもないアイデアを手直しして、俺の案に変えてやったんだ。あいつのためでもあるんだよ。生半可な案じゃ、上の連中は首を縦に振らねえからな。俺が見栄えよく加工して、うまく発表すれば通りやすい。結果的に会社に貢献できるし、あいつも社長令嬢なんて呼ばれながら恥をかかずに済む。ウィンウィンってやつだろ。そんな歪んだ理屈に、全身の血が逆流するような怒りを覚えた。先日、白金さんが言っていた、誰も私の仕事を見てくれないという悲痛な言葉が頭をよぎる。彼女の懸命な努力が踏みにじられていたのか。まさか、あなたまた、俺の声が荒くなる。だが、駿河さんにはまるで響いてない。おいおい、変な言いがかりはよしてくれ。お前が異動になったのはお前の実力だろ。最低ですね。駿河さんは肩をすくめて口の端を吊り上げる。はっ、社長令嬢なんてどうせ大した仕事もできないし、しなくていいんだよ。失敗したら誰かが代わりに責任を取らなきゃならない。そんなの理不尽だろ。あいつはただのお飾りでいてくれた方がみんなのためってことさ。その言葉に理性が吹き飛びそうになるほどの怒りを感じた。何がわがままなお嬢様だ。それ、全部あなたが仕組んだ罠だったんですね。朝倉部長の左遷騒動だって聞きましたよ。根回しして社長令嬢に逆らったからとか、あなたが噂を流したんでしょう。駿河さんの顔からさっと血の気が引いていくのが分かった。それはお前の思い過ごしだ。まあとにかく俺は忙しいんだよ。もう行かせてもらう。かすれた声でそれだけ言い残すと、駿河さんは逃げるように足早にエレベーターへ向かっていった。彼の後ろ姿からはさっきまでの余裕など微塵も感じられない。廊下に残された俺は抑えきれない怒りで拳を固く握りしめる。あの白金さんがなぜこれまで孤立していたのか。その答えが今まざまざと突きつけられた。彼女のためという名目で彼女のアイデアを踏みにじり、挙句の果てにはわがままのレッテルを貼らせてきた。そんな卑劣な行為に怒りがこみ上げる。ふざけるな。歯を食いしばり、ゆっくりと振り返る。誰もいないはずの廊下に、その低い声だけが虚しく反響していた。静寂が訪れる。だが、その瞬間、青山さん。背後から静かな声が響いた。振り返ると、そこには白金さんが立っていた。彼女の表情から全てを聞いていたことは明らかだった。白金さん、今のは、言葉に詰まる。どう説明すればいいのか。だが、彼女は俺の言葉を遮るように近づいてきた。青山さん、もしかして私と同じなんですか？え？青山さんも誰かに陥れられてここにいるんじゃ。それは、その言葉に思わず息を飲む。あの出来事がまるで昨日のことのように蘇ってきた。どうしてそう思うんですか？わかります。誰かに潰されたようなその目。私にはよくわかるんです。白金さんの声には確かな確信が込められていた。変だなと思っていたんです。青山さんがあの場所にいるなんて。あなたはもっと活躍できるはずなのに。俺は深いため息をつく。誰にも話していない。話せなかった出来事。だが、彼女の真摯な眼差しを前に、
沈黙を続ける理由も見当たらなかった。当時、俺が提案した新しい会計システムが採用されそうになったんです。コスト削減と効率アップの見通しが明確だったし、役員たちも前向きに検討してくれていた。でも、ある人物によって提案書が改ざんされてしまったんです。意図的なミスが仕込まれて、まるで重大な欠陥を見落としていたかのように見せかけられた。拳を握る手が震える。今でもあの時の悔しさは消えていない。それだけじゃありません。俺のアイデアそのものをうまくパクられたんです。表向きには俺のミスでシステムが欠陥だらけになりかけたという話だけが広まって、実際に出した革新的な部分は彼の案として横取りされてしまって、結局、俺は会社の信用を失い、左遷される羽目になった。口から吐き出された言葉は苦々しく、押し込めていた憤りがこびりついている。システムの欠陥を見落としたっていう烙印が押されてからは、誰も俺に重要な仕事を任せてくれなくなった。経理部の片隅で過去の書類整理をやらされるだけ。俺はミスを犯した厄介者って扱いだったから。白金さんがまっすぐな瞳でこちらを見つめている。ひどい。彼女の静かな声には怒りと悲しみが入り混じった色があった。駿河さんですよね。え？思わず声が上ずる。やっぱり。白金さんはうつむいた。私、駿河さんの性格を知っていますから。もう隠せませんね。そう、駿河さんです。観念したように告白する。でも、もう過去の話です。そんなことありません。強い口調に思わず顔を上げる。過去の話なんかじゃありません。青山さんは、今でも素晴らしい能力を持っている。それなのに、このまま埋もれさせるなんて許せません。白金さんの言葉に胸が締め付けられる思いだった。彼女の真摯な思いが俺の心に深く突き刺さる。私、必ず証明してみせます。青山さんの能力を。それからの白金さんは一心不乱に仕事に打ち込んだ。朝一番に出社し、夜遅くまで資料と向き合う。質問があれば遠慮なく俺に聞いてくる。青山さん、この決算書の読み方について、この数字の解釈なんですが。彼女の質問は的確で、時には俺も考えさせられる。その度に彼女の素質の高さを実感させられた。そして1ヶ月後、白金さんが提出した経費削減案が経営会議で採用された。白金さん、素晴らしい提案でしたよ。社長自ら経理部にまで足を運んで褒めてくれた。ありがとうございます。でもこれはすべて青山さんのご指導のおかげです。白金さんは深々と頭を下げる。その謙虚な態度に社長は満足げにうなずいていた。青山くんもよくやってくれているようだね。その言葉に思わず背筋が伸びる。どれだけ久しぶりだろう。社長から直接声をかけられるのは。自分なんて。いや、謙遜する必要はない。社長は真剣な表情で続けた。実は君たち二人に相談があってね。社長の声のトーンが変わる。今度、うちの会社で新しい製品の開発を考えているんだ。車椅子の製品開発なんだが。俺と白金さんは思わず顔を見合わせた。経理部の俺たちに製品開発。社長は俺たちの困惑を見抜いたように微笑んだ。経理部だからこそコストと価値のバランスがわかる。商品開発部と力を合わせればより良い製品が作れるんじゃないかと。その言葉に心臓が高鳴るのを感じた。これはチャンスなのか。それに君の商品開発部での活躍は私も聞いている。かつては開発プロジェクトの戦略立案やコスト試算を担当して実績を上げていたそうじゃないか。懐かしい記憶が頭によぎる。商品開発部にいた頃、何度も試作品のコスト分析や市場調査に追われ、徹夜が続いた日々。だが、その時の経験が今の俺の基盤になっているのも事実だ。おかげでうちの会社の利益率は大幅に改善したと先代の役員連中も評価していたよ。言葉の一つ一つが胸に深く響く。社長は続ける。社内コンペを開催する予定でね。優勝したチームの案を実際に製品化する。社長の言葉に白金さんの瞳が輝きを増す。私たちにそんな機会を。ああ、もちろん強制じゃない。考える時間が必要なら。やります。白金さんの声が部屋中に響き渡った。
その声には迷いのかけらもない。青山さんと一緒なら、絶対にいい製品が作れると思います。その言葉に俺も決意を固めた。自分も挑戦させていただきます。社長は満足げにうなずいた。よし、期待しているよ。詳細は後日正式に発表する。社長が去った後、白金さんが俺の方を向いた。その表情にはこれまでに見たことのない情熱が宿っていた。翌週から早速製品開発部との打ち合わせが始まった。今回企画される製品はアスリート向けの車椅子である。開発に疎い俺たちは製品開発部から既存の設計図を元に説明を受けた。軽量なフレームや空気抵抗を考慮した形状が必要だそうだ。すべてが専門的で正直戸惑いを感じた。現状の課題はコストと性能のバランスです。製品開発部のメンバーからの言葉に白金さんが食い入るように図面を見つめる。実際に使用される方の意見を。ええ、それが一番の課題です。しかしテストユーザーの確保が難しくて、実はまだプロトタイプ段階ですし、アスリートの皆さんも競技に支障が出るリスクを嫌がります。もし万が一試作品で怪我をしたり記録が落ちたりすれば、次の大会やスポンサー契約にも影響しますからね。さらにトップアスリートはすでに他社の製品と契約していることが多いんです。わざわざ新しい車椅子に乗り換えて万が一でも不具合があればという不安が大きいみたいで、俺は手を挙げた。一人だけ知り合いの意見を聞けるかもしれません。知り合いですか？白金さんが興味深そうに尋ねる。俺の弟です。弟さん？はい。もともとアスリートを目指してたんですけど、今は車椅子で生活して在宅の仕事しているんです。週末に会いに行けるかと。白金さんは少々気を使った目線を向けてきたが、俺が問題ないからと言うとうなずいてくれた。そして週末、俺と白金さんは俺の弟、アキトの住むマンションの前に立っていた。インターホンを押すと数ヶ月ぶりの声が聞こえる。はーい。懐かしい声。だが、その声には明らかな緊張感が混じっている。ドアが開く。車椅子に座ったアキトの姿。以前より痩せた気がする。顔色も優れない。久しぶり、アキト。その言葉を発するのに想像以上の勇気が必要だった。アキトは一瞬、俺と目が合うのを避けるように視線をそらす。久しぶり。今日は仕事の話だっけ？投げやりな口調。まるで、早く用件を済ませて帰ってほしいと言わんばかりの態度。そちらは同僚の人？白金さんに向けられる視線は、俺への態度とは打って変わって柔らかい。まるで、俺との会話を避けるための逃げ道のように。はい。白金みなみと申します。本日は突然すみません。白金さんの丁寧な挨拶に、アキトは形式的な笑みを浮かべる。青山アキトです。いつも兄がお世話になってます。どうぞ入ってください。部屋に入るとき、アキトは露骨に俺との距離を取る。車椅子を操作する手つきにも明らかな緊張が見て取れる。リビングは驚くほど整然としている。だが、その清潔さがかえって寂しさを際立たせる。家族の写真はすべて片付けられ、あるのは仕事関連の書類だけ。座って。白金さんには丁寧に椅子を進めながら、俺には目も合わせない。その差別的な態度に胸が締め付けられる。パソコンの画面にはプログラミングのコードが映し出されている。在宅での仕事。それが今のアキトの全てなのだろう。お茶でも入れようか。その言葉も明らかに白金さんだけに向けられている。俺の存在を意図的に無視しているかのよう。アキト。声をかけようとすると彼の肩がかすかに震える。拒絶の意志がはっきりと伝わってくる。白金さんが気まずそうに俺とアキトを交互に見つめる。この凍りついた空気を彼女も痛いほど感じ取っているに違いない。それでも今日は来なければならなかった。この気まずさを超えて伝えなければならない話がある。仕事の話だよね。先回りするようにアキトが言葉を挟む。その声には明らかな焦りが混じっている。まるでこれ以上の会話を避けたいかのように。この気まずい雰囲気の中でどう話を切り出せばいいのか。俺の心は答えを見つけられずにいた。それでも今日俺たちを迎え入れてくれた。それは小さいながらも希望の光。この機会を
何としても生かさなければ。俺は白金さんと視線を交わし、深く息を吸う。実は、会社で新しい車椅子の開発プロジェクトが始まって、言葉を選びながら説明を続ける。アスリート向けの製品開発、使用者の意見を反映したいこと。できるだけ感情を抑えて事務的に話す。特に競技用の、その言葉を口にした瞬間、アキトの顔つきがガラリと変わった。さっきまで仏頂面ながらも落ち着いていた雰囲気が一転して険悪な空気に包まれる。は？競技用？なんでそれで俺のところに来たわけ？俺アスリートじゃないよ。予想していた反応ではあった。とはいえ、言葉に込められた怒りの強さに背筋が凍るような感覚を覚える。本当は今日、この話を切り出すまでに何度も迷った。それでも、弟の可能性を信じて、俺は言葉を絞り出す。でも、お前陸上やってたじゃないか。短距離の記録だって。もう前のことだろ。今はこんな、車椅子の生活だぞ。アキトは、車椅子の車輪を軽く回し、自重気味に鼻を鳴らす。以前の鋭くもまっすぐだった目つきは、どこか影を帯びていて、俺の声には耳を貸そうとしない。でも、お前ならまだやれるよ。今は体の使い方が違うだけで、競技用車椅子を使えば。なんだよ、また蒸し返すのか？俺は車椅子になってから、陸上のことはきれいさっぱり忘れたんだよ。鋭い声が俺を遮った。拳を握り込んだアキトの腕は小刻みに震えている。怒りと苦痛と、様々な感情が入り混じっているのが伝わる。忘れてないだろ。お前、まだ家にトロフィーも、捨てられなかっただけだ。突然の叫び声に、室内の空気がピリピリと張り詰める。アキトの視線は床を向いたまま、唇を噛み締めるその横顔には、どうしようもない悔しさが滲んでいる。捨てるのも面倒だった。あれを見るたびにイラつくんだ。なのに、兄さんはまた俺に、競技だなんだと言って、俺の気持ちなんて考えたことある？考えてるよ。だからこそ言ってる。今のまま何もやらずにいるより挑戦してみてほしいんだ。挑戦？車椅子の生活になってからずっと前向きになれとか頑張れとか言われてきたよ。でも実際足が動かないんだよ。かつての俺とは違う。アキトは車椅子をぐっと後ろに下げ、自分と俺との距離をあからさまに取る。俺の呼びかけを断固として拒否する姿が痛いほどわかる。それでもお前は陸上を好きだったじゃないか。もし競技用の車椅子でなら、あの頃みたいに。兄さんはあの頃に戻りたいのかもしれないけど、俺は違う。俺はもう過去の自分なんかどこにもいないってことを受け入れてるんだ。わかるだろ？アキトはうつむいたまま苦い笑みを浮かべる。それは決して自分を納得させるためだけの強がりではなく、本心からの言葉に思えた。わかってる。お前の気持ち理解してるつもりだよ。俺はそっと息を吐きながらほんの少し視線を落とす。けどさ、お前に昔と同じようになってほしいってわけじゃない。車椅子のままだってアスリートとして生きる道はあるかもしれないし、何より自信を持ってほしいんだ。もしまた陸上がやりたいと思ったらいつでも手を貸すから。悪いけどそういうのはいらない。車椅子でも陸上できるとか、俺にとっては押し付けにしか聞こえないんだよ。兄さんは惨めな俺が見たいのか？バッサリと切り捨てるような口調に何も言い返せなくなる。アキトは視線をそらしながら小さく吐息をついた。もういいだろ。仕事の話なら後で書面で送る。兄さんの励ましも聞いたよ。今日は帰ってくれ。最後の一言はまるで突き放すような冷たさを帯びていた。俺は抵抗したい気持ちを抑え込んで静かに立ち上がる。空気を裂くようにかすかな痛みが胸に広がる。わかった。ごめん。今日はもう帰るよ。逃げるようにドアへ向かう足取りがひどく重い。振り返ると、アキトはうつむいたまま車椅子を微動だにさせずに佇んでいた。もしかしたらその姿こそが彼の固い拒絶の表れなのかもしれない。アキトの家を出て俺たちは近くのカフェに足を運んだ。静かな店内で白金さんと向かい合って座る。コーヒーが運ばれてくるまでの間、重苦しい沈黙が続いた。すみません。来てもらって弟があんな態度を。私は全然、突然伺ったんですし、でも、弟さんに何かあったんですか？
俺は深いため息をつく。説明が必要だろう。1年前の交通事故です。カップを握る手に力が入る。横断歩道を渡っていた時、信号無視の車にはねられました。命に別状はありませんでしたが、アキトは下半身を思うように動かせなくなりました。もともと陸上の選手だったんです。言葉を続けることが辛い。あの日の光景がまるで昨日のことのように蘇ってくる。その後、アキトは絶望の淵に立たされました。それでも今あいつは一人で暮らしています。家族の支援を受け入れませんでした。コーヒーから立ち上る湯気を見つめながら話を続ける。俺は一生懸命でした。弟に生きる希望を持ってほしくて、それで車椅子アスリートの話を持ち出したんです。でもアキトは自分にはできないの一点張り、次第に塞ぎ込むようになって。だけどこれから先、ずっとあいつは車椅子なんです。逃げてちゃダメなんですよ。事故があって足が動かなくなった。それはもう変えられない事実だし、避けてもどうにもならない。それでもあいつには新しい可能性を見つけてほしいんです。車椅子だからって諦めるんじゃなく、今の自分でもできることがあるってちゃんと知ってほしくて、俺にとっては何より大切な弟ですから、どうにかしてあいつが自分の力で前を向けるようにサポートしてやりたいんです。そうですか。言葉を選びながら続ける。だから今回の開発でその理由を解決できる商品を作れたらって、そうすればアキトも、いや同じ悩みを持つ人たちも新しい一歩を踏み出せるんじゃないかって。でもコーヒーカップを見つめながら心の奥に溜まっていた後悔がこぼれ出す。俺、アキトにプレッシャーを与えてるだけだったのかもしれません。白金さんは静かに首を横に振った。青山さんは優しい人です。その言葉に思わず顔を上げる。私にも似たような経験がありますから。白金さんの声が柔らかく響く。社長の娘という立場で誰もが腫れ物に触るように接してきた。でも青山さんは違った。私の能力を信じて真摯に向き合ってくれた。彼女の瞳には確かな思いが宿っていた。弟さんへの態度も同じです。将来を考えてあえて現実と向き合わせようとした。それは決して間違いじゃない。その言葉が俺の心に深く染み込んでいく。白金さんの声が震える。きっと弟さんも分かってくれる日が来ますよ。お兄さんの思いが必ず届く時が。その言葉に俺の目から涙が溢れ出した。白金さんの言葉は俺の心の奥深くに刺さっていたトゲを溶かしてくれたのだ。しばらくして俺は気持ちを落ち着かせると白金さんと会社へ戻った。オフィスのドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは駿河さんの嫌な笑みだった。おやおや、ずいぶん目が真っ赤じゃないか。なに、車椅子の弟くんに泣きついてきたのか。部に戻りたくて一生懸命だな。鼻で笑うような駿河さんの視線が俺のこめかみを射抜く。駿河さん。白金さんが一歩前に出て咎めるように低い声で名を呼んだ。けれど彼は全く気にした様子もなく続ける。まあ、俺の方も今回のコンペにはそこそこ本気で挑むつもりだからさ。せいぜい頑張れよ。そう言うと書類を抱えたまま足早に立ち去っていく。大丈夫ですか、青山さん。白金さんが小声で心配してくれるのが申し訳なくもありがたかった。胸の奥にまだ少し残っている痛みを押し込みながら俺は白金さんに微笑みかける。ええ、平気です。むしろ駿河さんの言葉で余計に燃えてきました。絶対結果で見返してやりますよ。その言葉に白金さんは力強くうなずいてくれた。数週間後、俺たちのプロジェクトは着実に進展していた。当初一番のネックだったのは実際の車椅子ユーザーからのフィードバックを収集することだったが、俺たちは社内外の福祉団体やパラアスリートのコミュニティに地道に呼びかけを続け、必要があればオンラインでも意見を募り、ようやく十分な数の回答を得ることに成功した。これがそのアンケートの収集結果です。白金さんがまとめた資料を見つめながら俺はうなる。回収したデータ量は膨大で、しかも内容は多岐にわたっていた。多くの選手が競技用車椅子のフレームは既製品だと調整の自由度が少なく、ほんの数ミリ単位の誤差でも
パフォーマンスに響くと嘆いていた。そこでフレームの要所を可変式にして、レース中でも簡単な工具さえあれば重心や座面の角度を細かく変えられるようにした。さらに開発部が試作していた信号金を用いることを検討し、強度を落とさずに軽さを追求することで加速や旋回性能だけでなく、レース後半のスタミナ消耗を軽減できる見込みが立った。そして実際に使用しているユーザーのほとんどが困っていたのがメンテナンスの手間とコストだ。そこは構造をモジュール化して、一般的な工具と最低限の知識があれば自分たちでも部品を交換、修理できるようにした。ここには経理部としてコストと価値のバランスを厳しく見極めてきた俺の経験が大いに役立った。すごい。ここまで網羅できればきっとたくさんの人の役に立ちますね。白金さんがまとめた最新の試作図面を見下ろしながら簡単の声を上げる。俺もパソコン画面に映し出されるグラフやコスト試算を眺めながら思わず唇をほころばせた。これが完成すれば車椅子アスリートの世界に全く新しい可能性をもたらすかもしれない。そしてコンペの日を迎えた。最初の発表は駿河さんたちのチームだ。会議室のスクリーンに駿河さんのチームの資料が映し出される。製造コストの分析表、市場調査データ、売上予測。一見綿密に作られた資料に見える。が、俺の目は数字の異常さを即座に捉えていた。製造原価が実勢価格の半分以下。そんなコストダウンが可能なはずがない。この製品案では軽量化と強度の両立を実現し、なおかつ低コストを。駿河さんの説明が続く。だが経営陣の表情が次第に曇っていくのが見えた。この製造コストでは、この数字は現実離れしている。会場に違和感の空気が充満していった。経営企画部の部長が眉を潜めている。製品開発部のメンバーが小声でおかしいなと囁き合う。駿河さん、経営企画部長が静かに声を上げた。この原価計算の根拠をもう少し詳しく説明していただけますか？え？駿河さんの顔から血の気が引く。慌てて資料をめくる手が明らかに震えている。はい、これは。言葉が噛み合わない。会議室の空気がさらに重くなる。特殊な製法で、もはや取り繕いようのない説明に周囲からため息が漏れ始める。俺は画面に映された数字を見つめながら困惑していた。こんな稚拙な偽装がなぜ見抜けなかったのか。いや、気づかなかったふりをしていたのか。駿河さんの発表は完全に破綻していた。会議室には冷ややかな視線が渦巻いている。駿河くん、社長の厳しい声が重い空気を切り裂く。こんなずさんな資料しか用意できないとは、期待外れだ。駿河さんの顔が真っ青になり、震える声で謝罪する駿河さん。その惨めな姿に複雑な感情が湧き上がる。その時、白金さんが静かに立ち上がった。突然のことに全員視線が彼女へ向けられる。白金さん、どうしたんですか？皆さん、これを見てください。差し出されたタブレット。そこには深夜のオフィスの映像が映し出されている。映像の中で駿河さんが俺のデスクで何かを操作している。日付は3日前。俺たちが帰宅した後の出来事だ。実は白金さんの声が決意に満ちている。駿河さんはこれまで他の社員の功績を横取りしていたんです。私、証拠を集めていました。会議室の空気が一変する。ざわざわと隣の社員同士が顔を見合わせた。今回も同じことが起こると考え、監視カメラを設置しました。そして白金さんは一瞬言葉を切り、俺の目を見つめた。私はチームのデータフォルダにあえて嘘の製品データを仕込んでおいたんです。本物のデータは別の場所に保管して。その瞬間、すべてが繋がった。駿河さんの発表がおかしかった理由はこれか。これは駿河さんが私たちのデータを盗み、それを自分たちの案として発表しようとした証拠です。白金さんの声は震えていない。毅然とした態度で真実を告発している。俺は言葉を失っていた。目の前で明らかになる事実。かつての先輩の裏切りと、それを暴く後輩の勇気。会議室は静寂に包まれた。すべての視線が今や崩れ落ちそうな駿河さんに注がれている。しかし、白金さんは再びみんなの意識を自分に向けさせた。本物のデータはこちらです。
白金さんが差し出した USB メモリ。その中には、俺たちが積み上げてきた真実のデータが入っている。青山さん、プレゼンをお願いできますか？白金さんの声には強い信頼が込められていた。深く息を吸い、俺は前に立った。失礼します。スクリーンに映し出される正しいデータ。製造コストと市場予測。ユーザーの声を反映した機能の数々。すべてが明確な根拠に基づいていた。この製品が今までと違うところは、使用者の声を徹底的に反映している点です。会場の空気が少しずつ変わっていく。特に、実際に車椅子を使用されている方から具体的な改善点を、その時、会議室のドアが開いた。失礼します。聞き覚えのある声。振り向くと、そこにはアキトが車椅子で入ってきていた。俺はポカンと間抜けな表情をしていたことだろう。どうしてアキトがここに？驚いた俺をよそに、白金さんはアキトを俺の隣に迎え入れた。彼は青山さんの弟さんです。実際に車椅子を使われている方の生の意見をお話ししていただくべくお呼びしました。アキトさん、今日はよろしくお願いします。白金さんの声が漏れる。アキトは真剣な表情で前に進み出た。この商品案について、使用者の立場から意見を述べさせていただきます。会場が静まり返る。従来の競技用車椅子には、ある問題がありました。それは、アキトの説明は的確だった。技術的な問題、使用時の不便さ、そして、それを克服するための具体的な提案。この製品は、そういった課題をすべて解決できる可能性を持っています。アキトの声が力強く響く。もしこの製品が実現すれば、多くの人の希望になります。私もその一人になるでしょう。アキトが俺の方を見つめた。その目には涙が光っていた。兄はずっと私のことを考えてくれていた。私が前に進めるように。でも私は気づかなかった。この製品を通じて兄の思いが形になる。そしてそれは私だけでなく、多くの人の未来を変えられると信じています。アキトの言葉に俺の目尻から涙が溢れた。社長が静かに立ち上がり、会議室に張り詰めていた空気を一掃するように、力強く言葉を放つ。素晴らしい。まさに私たちが目指していたところだ。これで行こう。その瞬間、場の空気が一変した。拍手が起こり、俺たちの案を、アキトをはじめとする全員が称賛する。傍らでは、駿河さんが悔しそうに顔をしかめながらも、声を失っている。社長の目が厳しく彼を射抜き、静かだが、決定的な言葉が告げられた。駿河君、君の行為は会社の信用を著しく損なうものだ。懲戒解雇は避けられないだろう。駿河さんは、ただうつむくことしかできなかった。コンペ終了後、会議室の外の廊下で、アキトと向き合う。胸の中で、様々な感情が渦を巻いていた。喜び、安堵、そして少しの後悔。すべてが混ざり合って、どう言葉にすればいいのかわからない。どうしてここに、それになぜ協力してくれたんだ。やっとの思いで、その言葉を絞り出した。アキトは車椅子に座ったまま、少し照れたような表情を浮かべる。その仕草は、事故の前と変わらない。懐かしさがこみ上げてきた。白金さんがね、しつこく通ってきたんだよ。え？思わず声が上ずる。予想外の答えに、すっとんきょうな声が出る。白金さんが、アキトのところに、毎週のように来てさ、兄さんのこと、一生懸命に力説してくれて、アキトの口元に柔らかな笑みが浮かぶ。その表情を見るのは、どれほど久しぶりだろう。最初は正直、迷惑だと思ったんだ。でも、アキトの声が、懐かしい思い出を語るように優しくなる。白金さんは諦めなかった。兄さんがどれだけ真剣に俺のことを考えてくれていたのか、全部一つ一つ丁寧に説明してくれた。その言葉に胸が熱くなる。白金さんは俺とアキトの間に架け橋を架けようとしてくれていたのだ。それも俺には何も告げずに。こんまきしたよ。あれだけ熱心に話されたら。アキトの声には確かなぬくもりが宿っていた。事故以来初めて聞く穏やかな声かもしれない。実は白金さんが少し恥ずかしそうに口を開く。監視カメラの設置と偽装データの件はアキトさんの発案だったんです。え？
アキトがそんな緻密な計画を。俺、在宅で SE やってるだろ。システムセキュリティとか、そっち関係はかなり詳しいんだよ。白金さんから駿河さんの話を聞いて、これは証拠が必要だと思って。その言葉に新たな発見があった。アキトは車椅子生活になっても自分の能力を生かす道を見つけていた。それなのに、俺は気づかなかった。いや、気づこうとしなかった。監視カメラの設置場所も、データの仕掛けも、全部アキトさんが考えてくれたんです。白金さんの声には感謝の色が濃く滲んでいた。駿河さんのことを聞いて我慢できなかった。兄さんの努力を誰かに踏みにじられるなんて。アキト、ありがとう。でも教えてくれれば、俺にも何か手伝えたのに。すると、白金さんとアキトが顔を見合わせる。その表情には、まるで昔からの友人のような親しさが浮かんでいた。二人はなぜか笑い合う。だって、青山さんはかなり鈍感だから。白金さんの言葉には、からかいの色が混じっている。そうそう。兄さん演技下手だからさ、バレちゃいけない作戦だったんだよ。二人の息がぴったりと合っている。いつの間にこんなに親しくなっていたんだろう。あのさ、突然、アキトの表情から笑みが消える。真剣な眼差しに変わり、車椅子をゆっくりと俺の方へ向け直した。兄さん、ごめん。アキトの瞳から涙が拭われ、今度はまっすぐな決意の光が宿る。声はまだかすれ気味だが、その一言一言に迷いはなかった。事故の後から俺、ずっと兄さんを避けてきた。だって、自分の惨めな姿を認めることになる気がして。でも、もう決めたんだ。ぐっと奥歯を噛み締めるように、アキトは言葉を続ける。兄さんたちが開発してる車椅子を使って、また陸上をやりたい。SE の仕事は続けながらになるけど、本気で挑戦したいんだ。思いが詰まった言葉に、俺は目を見開く。アキトはずっと目を背けてきた夢を、今ははっきりと口にした。そっか、やりたいならやろう。何でも応援するから、自然と笑みがこぼれる。アキトと交わす言葉の中に、かつての無邪気な弟の面影を感じている自分に気づく。後ろで静かに見守っている白金さんも優しい表情でうなずいてくれていた。アキトは一呼吸置いてからもう一度力強く続ける。兄さんの車椅子ならきっと大丈夫だと思う。俺は今度こそ逃げずに向き合いたい。自分自身の弱さにも兄さんの思いにも。その言葉に俺の胸が熱くなる。きっと自己以来、アキトの胸の内には計り知れない葛藤や自責が渦巻いていたのだろう。その全てを振り切るように、今ははっきりと前を見ている。白金さんがそんな俺たちを静かに見つめて微笑んだ。もし彼女がいなければ、二人の思いはすれ違ったままで、こんな再会はなかったかもしれない。彼女には感謝してもしきれない。数日後、駿河さんの処分が正式に発表された。懲戒解雇。そして過去の不正行為の全てが調査対象となる。これが他人の努力を踏みにじり続けた代償なのだ。それでも最後に、駿河さんは小さく、震える声で言葉を絞り出した。認めたくなかったんだ。自分が何もできない、弱い人間だってこと。だけどそれが間違いだった。結果ばかり求めて焦っちまって、こんな形でたくさんの人を傷つけるなんて本当に最低だよ。悪かったな。弟さんのことを悪く言って。伏せられた瞳には後悔の色が滲んでいる。駿河さんが自分の弱さと向き合ってくれたことは大きな一歩だと思います。だけど、ここで終わりにしないでください。人を傷つけてしまった事実は変えられませんが、その分をどう償い、これからどうやって生きていくのか、ご自分をごまかさずに、一歩ずつでも前に進んでください。駿河さんはゆっくりと顔を上げる。その瞳には、まだわずかに涙が残っていたが、以前のような虚勢はもう見えなかった。ありがとう。そう言うと、彼は人知れず、会社を去っていった。一方、俺は晴れて製品開発部に戻ることになった。俺たちの製品は市場で驚くべき反響を呼んでいたからだ。単なるビジネスの成功以上の人々の人生を変える可能性を秘めた製品として。車椅子アスリートたちからは、これで新たな挑戦ができるという声が相次いだ。青山さん。白金さんが興奮した様子で駆け寄ってくる。彼女の瞳には、かつての迷いはみじんもない。社長令嬢という肩書きに縛られた少女は、一人の優秀な社員として輝いていた。
また新しい注文が。しかも、パラリンピック委員会からです。彼女の声には純粋な喜びが滲んでいる。今や次期社長候補として名が上がるほどの実力者。いつの間にか俺よりもずっと大きく見えるようになった。その成長ぶりを間近で見られたことを俺は心から誇りに思う。すごいな。また忙しくなりそうだね。はい、私嬉しいです。また青山さんと一緒に過ごす時間が増えますから。え？俺と一緒に。突然の言葉に不意打ちを食らったような衝撃が走る。心臓が妙に騒ぎ出した。彼女は一瞬ハッとしたように目を伏せ、頬をうっすら染めていた。いえ、変な意味じゃありませんよ。ただ、私、青山さんと一緒に仕事をするのが、本当に好きって意味です。そっか。じゃあ、お互い気合い入れないとな。今度のプロジェクト、絶対成功させよう。はい。キラキラと輝く瞳で返事をする彼女の横顔を見ていると、俺の胸はさらに高鳴っていく。ただの仲間だと思っていたはずが、いつの間にかそれ以上の気持ちが芽生えているのかもしれない。そんな予感がした。人生に完璧な正解などない。でも、真摯に向き合い続ければ、必ず道は開ける。その確信が、俺の心を強く支えていた。